んにちは、ぽっこです。今日のテーマは、コソワド言葉です。皆さん、コソワド言葉知っていますか？それでは、一緒に学んでいきましょう。ここに、コソワド言葉を挙げてみました。ここでは、これらの言葉について学びます。コソワド言葉を簡単に説明しますと、コソワド言葉とは、指し示すものや場所との距離、またはそれらがわからないときに使います。もう少し詳しく図を使って説明してみます。話し手に最も近い場合には、この、これ、ここを使います。聞き手に最も近い場合には、その、それ、そこを使います。話し手、聞き手、ともに離れている場合、この場合は、あの、あれ、あそこを使います。それらがわからない場合には、どの、どれ、どこを使います。次に一つずつ例を挙げてみていきましょう。このパソコンは私のです。写真のようにパソコンは話し手にとって最も近いところにあります。この場合には、このが使われますね。これはスマートフォンです。この写真では、話し手がスマートフォンを手に持っていますね。こういうときは、これを使いましょう。私はここにいます。写真を見てください。指でその場所を指していますね。そうです。話し手はその場所にいます。この時には、ここを用います。そのコーヒーは美味しそうです。次は、聞き手に最も近い場合です。話し手とは少し離れている状態になります。この写真の場合、コーヒーを指して、そのを使っていますよね。それは面白い本です。ここでは聞き手が本を読んでいます。話し手はその本が面白いことを知っています。この時は本を指してそれを使います。そこは楽しそうです。写真を見ると聞き手は楽しそうですよね。ですので話し手はそこという言葉で場所を指して
示しています。あの山は綺麗です。今度は話して、聞き手、どちらからも距離が離れているケースです。1枚目のこの写真では、遠くの山を指して、あのという言葉で指し示しているのがわかりますよね。あれは鳥です。次は、遠くにいる鳥をあれという語句で表しています。あそこに船が見えます。ここでは遠くの海を進む船を指しています。あそこというコソワード言葉を用いていますね。どの犬ですか？最後に距離などがわからないパターンになります。写真には多くの動物が写っていますが、どの動物かがわかりません。こういう時に使うのが、どのになります。一匹の動物を特定するためにする質問という形をとっています。どれですか？次の写真はたくさん風船が写っています。この中で一つの風船を特定するために疑問形になります。使う言葉はどれです。どこですか？最後は荒野の写真です。話し手はここがどういうところなのかわかりません。なので、どこという語句で尋ねています。ここまでコソワード言葉について見てきました。皆さんいかがでしたでしょうか？コソワード言葉理解できましたか？一回ではなかなか覚えられないですよね。この動画を何度も見てコソワード言葉をしっかり学んでください。日本語の中でもわかりづらい言葉ですが、日常会話で毎日使う言葉です。質問などがあればコメントをお待ちしています。次の動画も頑張って作ります。ではまた、バイバイ。